大根転生。プロローグ。大根にはまってしまった。何回見ても癖になるな。俺は今、大学から帰宅している途中だ。1時間電車に揺られ、最寄り駅から家までの大通りを歩いている真っ只中である。そして帰宅のお供はというと、今 SNS で大バズり中の動画だ。その動画は、EDM に乗って足の生えたような大根が宇宙をバックにしたり、渋谷のスクランブル交差点をバックにしたりと、いろんな背景の中ステップを踏んで踊っている動画となっている。今日はまだ4回しか見ていないのだが、最低でも毎日10回は見てしまうほど、俺はこの動画の中毒性にはまっている。あ、ノールックでリュックのポケットへ入れようとした定期入れが、ポケットをかすり、手から離れた感覚がした。視線をスマホから外し、歩いてきた地面に落とすと、横断歩道の真ん中に見慣れた定期入れの姿があった。俺はそれを拾おうと、定期入れのある方向に足をやり、しゃがんで手を伸ばす。危ない。定期入れに手を伸ばしたのと同時に、女性の叫び声が聞こえてきた。人間の勘とは不思議なもので、悲鳴のぶつけられた先が分かってしまう。俺は首を横に曲げると、目の前にスピードを落とす様子のないトラックの姿が飛び込んできた。ひゃー。トラックと俺の衝突は一瞬だったものの、またも響く女性の叫び声から、俺が宙に舞う動作から何もかも全てがスローになる感覚で、倒れた先に見えた信号の青い点滅が EDM のリズムに合っているという発見をこんな時に得てしまった。2月17日14時頃、男子大学生20歳がトラックにはねられ死亡って報道されるのかな。なんて分かりもしない未来のことが痛みを紛らわせるためか、冷静にも頭に流れ、視界が暗くなっていった。第1話、大根になってしまった。ここは一体どこなのだろうか。ずっと暗闇の中の世界だが、恐怖心は全くなく、むしろ心地がいい。柔らかくふわふわしたものに包まれ、大地と溶け合っているような感覚だ。ずっとこの世界に身を委ねていたい。おい、起きるんじゃ。おーい、無視をするでない。起きるんじゃ。はあ、そうじゃった。喋り方を教えていなかったの。伝えたい思いを念じれば、言葉を操れるようになるぞ。さっきから俺の頭の中に流れてくるこの雑音は一体何なんだ。黙れ。おい、なんじゃその口の利き方は。せっかく俺が気持ちよく寝ていたというのに、いきなり喋りかけて起こしてきやがって、じじいだかなんだか知らないが、絶対に許さないからな。一発食らわしたろうかな。おいおい、心の声が漏れておるぞ。まあよい、じきに言葉の操り方にも慣れてくるじゃろ。さっきから何を言っているんだ。というか、誰なんだ。勝手に俺の脳内に入ってくるなよ。わしは、ここの畑を守っている王じゃ。おう、何を言っているんだ。頭がおかしいんじゃないのか。というか、畑、ここは畑なのか。一言余計なのはどうにかならんのかの。そうじゃ、ここは畑じゃ。お主は転生したんじゃぞ。気づいていなかったのか。トラックと思いっきり衝突したんだ。死んだとは思っていたが、まさか転生していたとは。それより、早く地上に出てくるんじゃ。人間に見つかるとまずいことになってしまうから、移動するぞ。そんなこと言われても、どうやったら出られるんだよ。俺の聞き間違いでなければ、今、人間に見つかるとまずい。って言ったか。俺は人間じゃないということなのか。足に力を入れるんじゃ。そうすれば、ジャンプをすることができて、出られるぞ。足はついているんだな。俺は、王と名乗る者の言う通りに、足に力を入れてみる。すると、体がすっと上に上がっていく感覚がした。お、出られた大根。
地上に出られた俺の目の前に仁王立ちした大根の姿があった。何を驚いておるんじゃ。そういうお主も大根じゃぞ。はあ、俺は大根に転生したってことか。第2話、大根王になってしまった。俺は王と名乗る大根に連れられ、人間の資格となっている草むらへ着いた。大根に転生したってどういうことなんだよ。俺は大根に転生してしまったということに驚きを隠せず、困惑していた。そんなことは死に言われても、神様に聞かんとわからぬ。神様と話せるのか。神様に話をして、なぜ俺が大根に転生したのかを問いただしたい。そして願わくば、この転生、返事で、と伝えたい。そんなわけあるかい。神様など見たこともないわい。わしには、お主が大根に転生した理由などわからぬということじゃ。なんだ、この役立たずじじい。おい、だから心の声が漏れておるぞ。お主、わざとやっておらぬか。わざとだなんて、心外だな。ただ、俺はちょっと人よりもおっちょこちょいなだけだ。お茶目さんなだけだ。まあ、じゃが一つだけわかることはあるぞ。さっきまで声を荒げていたじじい、王と名乗る大根が、落ち着いたトーンで喋り始めた。人間が大根に転生した場合、足が生えてくるということじゃ。なんだって、よく SNS で足の生えているような大根の画像がアップされていたが、あれは人間の生まれ変わりだったのか。俺がハマっていたEDM でステップを踏む大根も。ということは、あんたも人間だったということか。そう聞くと、王と名乗る大根がふんぞり返った気がした。そうじゃぞ、お主はわしを胸に扱ってくるが、わしが人間だった頃は、ブイブイ言わせていたんじゃぞ。へえ。興味がなさすぎて、大根役者ばりの返事をしてしまう。興味を持て、興味を、お主が聞いてきたのであろう。じゃからわしが答えておるのに。なんかプンスカしているが、興味がないものは興味がないので、俺はさっきから気になっていたことについて質問をしてみた。というかあんた、ここの畑を守っている王だとかなんだとか言っていた気がするが、一体何なんだ。俺が質問をすると、王と名乗る大根は、きょとんとした顔をしながら答えた。そのままの意味じゃが、わしはこの畑を守っている王じゃ。武勇伝の続きか。それは興味がないからもういいって。俺が呆れながらそう返すと、またもや王と名乗る大根がプンスカし始めた。わしを痛いもの扱いするでない。わしはれっきとしたこの畑を守る王じゃ。じゃが、わしが王を名乗るのも今日までじゃ。キリッとした空気が流れ始めると、王は真面目なトーンになる。わしは隠居するので、お主に王位継承する。大根に転生したということだけでもキャパオーバーな俺に、この王は強烈な一言を放ってきやがった。はあ。第3話、大根畑を守ることになってしまった。俺に王位継承するってどういうことだよ。俺は驚いた勢いのまま王に言葉をぶつける。どうもこうもそのままの意味じゃが、はてって感じで喋るんじゃないよ。何もかもが唐突すぎるんだよ。いきなりそんなこと言われてもだな。俺は戸惑った様子で返すと、王が現実を突きつけてきた。そうしたら、お主は食べられるだけの運命じゃぞ。それでもいいのか。それは嫌だ。死んで転生したと思ったら、またすぐに死ぬだなんて、そんなの嫌すぎる。俺には、王になる道しかないのか。わかった、王になる。俺は、王になる道を受け入れることにした。だけど、王って何をするんだ。王という冠を先に得てしまったが、俺は大事なことを聞き忘れていた。この畑をありとあらゆるものから守るのが王の仕事じゃ。旧王は得意げにそう答えた。ありとあらゆるもの。なんだ、異世界ファンタジーみたいに魔人やらなんやらが襲ってくるのか。そんなことを考えていると、
九王は説明を始める。畑には日々、さまざまな生き物がやってきて大根を狙ってくるのじゃ。アブラムシ、アオムシ、ケラ、シカ、イノシシ、サル、エトセトラ、そやつらと戦って大根畑を守るのじゃ。そんなことかよ。そんなこととはなんじゃ。これもれっきとしたお仕事なんじゃぞ。俺は九王に強く怒られてしまった。というか、戦わなきゃいけないのかよ。戦うって追い払うだけじゃダメなのか。俺がそう聞くと首を振りたかったのだろうが、体全体を左右に振りながら九王は答えた。それだけじゃダメじゃ。追い払うだけじゃとまた畑を狙ってくるぞ。ちゃんと戦って倒さなければならん。なるほど、倒さなければいたちごっこになるってわけか。でも戦うって言ってもどうやって戦えばいいんだよ。いたちごっこになるのは嫌なので戦わなければならないということを俺は受け入れ質問をした。それはじゃな、イギーエムを使って倒すのじゃ。決め台詞かのようにそう吐いた九王を目の前にし、俺は唖然としていた。第4話、大根から説明を受けてしまった。聞こえなかったのかの。イギーエムを使って倒すのじゃぞ。今さっきまで決め台詞かのようにセリフを吐いていた九王だったが、俺が聞こえていないと思ったのか、もう一度ゆっくりと丁寧に言ってきた。いやいや、聞こえていたから驚いて声が出なかったんだろう。イディエムを使って倒す？どういうことなんだよ。俺の頭の中にはクエスチョンマークしか浮かんでいなかった。頭の中で EDM を流し、きちんとリズムに合わせてステップを踏むのじゃ。頭の中に流した EDM は会話をするときと同じように相手にも共有されるので大丈夫じゃぞ。リズムとずれてしまうと相手の攻撃をもろに受けてしまうから気をつけるのじゃ。きちんとリズムが合えば相手に攻撃が行くのと相手からの攻撃を打ち消すことができるからの。きちんとリズムに合わせてステップを踏むのじゃぞ。頭の中にクエスチョンマークしか浮かんでいなかった俺をよそに、九王は質問をする隙を与えないようになのか、どんどんと説明を始めていき、俺はその説明を理解していくことに注力を注いでいくしかなかった。というか、俺のハマっていたあの映像は王の仕事風景だったのかよ。俺はロム線なんだが、ぼそっとつぶやくと九王は説明に夢中で聞こえないのかと思いきや、意外にも俺の声が聞こえていたらしく答えてくれた。その言葉の使い方は合っているのかの。 EDM がどんなものなのか尋ねてこないということは、お主は EDM が何なのか知っておるということじゃろ。ならそれだけで大丈夫じゃ。必要なのはパッションだけじゃ。慣れれば簡単じゃ。パッションもクソもないのだが、俺がまたぼそっとつぶやくと今度は聞こえなかったらしい九王がまた喋り始める。まったく都合のいい耳をしているな。そうじゃそうじゃ、大事なことを言い忘れておった。まだこれ以上何かあるのかよと思いつつ、俺は九王の話に耳を傾ける。足の生えた大根は腐らない。つまり不死身なのじゃ。じゃが調理をされてしまうとその食べ物の消費期限が寿命になってしまうんじゃ。だからさっき人間に見つかるとまずいと言っていたのか。お主、察しが良いの。そうじゃ。じゃからくれぐれも調理されるでないぞ。体力を回復するためには土の中に入らないとできんからの。その時に人間に収穫されてしまわぬ容器をつけるんじゃ。収穫された時は逃げ切るんじゃぞ。恐ろしい。今まで俺も人間だったのに、その人間から食べられる運命にあるだなんて。それじゃ説明も終わったのでわしはもう行くからの。おーい。そう言って俺の声も聞かぬまま九王は山へと続くであろう草むらの奥へと歩いていった。あれ、でもあんたさっき隠居するって。九王が歩いていった数秒後にハッとして言葉を投げかけるも、辺りはシーンとしていた。俺のおっちょこちょいめ。王になる以外の選択肢もあったことに後から気づいてしまった俺は、
自分のチャームポイントだと思っていたおっちょこちょいを初めて責めてしまった。大根は仕事をしてしまった。九王はどこかへと行ってしまい、何か他にすることが思いつくわけではないため、とりあえずは王の仕事とやらをやってみることにした。とはいえ、辺りはとても静かだ。田舎には祖父母の家へ行く時くらいしか訪れた記憶がないので、コンクリート社会で育った俺にとっては、時が止まっているように思える。日の当たり方からして今は昼だとは思うが、現状、人間は見えず、平和とはこのことを言うのだろうと思えるほどののどかさだ。この時間帯だと人間に見つかる心配もないと思うので、畑の中を歩いてみることにした。しばらく歩くと、何やら小さいつぶつぶとしたものが大根の葉っぱについているのが見えた。なんだこれは。顔を近づけてみると、理科の授業で見た覚えがある虫だった。これはアブラムシか。俺の思ったことが伝わったのか、アブラムシはびっくりしたように思えた。そしてどこかへと行きそうな感じだったので、俺はアブラムシに待ったをかけた。おーい、行かせねえぞ。こっちは退屈してんだよ。勝負だ。そう言うと、どういう原理なのかはわからないが、辺りがオレンジと紫が混ざったような色となり、なぜか自分が違う時空にいるなと思った。そしてそこには、ここで心置きなく踊れと言わんばかりのフィールドが設けてあった。俺は九王に言われたことを思い出す。頭の中で EDM を流せばいいんだよな。俺は人間時代にハマっていた EDM に乗って足の生えた大根がステップを踏んでいた動画の曲を頭に思い浮かべてみる。すると、俺の思い浮かべた曲があたりに鳴り響いていった。そして、音ゲーのようにバーが現れた。この、落ちてきている丸に合わせてステップを踏めばいいのか。俺は、上から落ちてきている丸に合わせてステップを踏んでみる。シャン。落ちてきた丸に合わせてステップを踏むと、気持ちのいい音が聞こえてきた。そして俺は、次々と軽快にステップを踏んでいく。気持ちいい。すごく癖になる感覚だ。これはハマってしまう。俺は好きな曲ということもあるからか、ミスをすることなくステップを踏んでいき、気がつけば曲が終盤に差し掛かっていた。おなんだ、へばってんのか。楽しすぎて忘れていたが、俺はアブラムシと戦っているのだった。そのアブラムシの様子を見ると、千鳥足になりながら足が絡まりそうになっている。よっしゃ、最後だ。最後のステップを決めると、フルコンボの字が空中に浮かんでいた。そしてアブラムシの方を見ると、裏返しになって倒れていた。どうやら倒すことができたようだ。やったぜ。戦いが終わって数秒後、辺りがオレンジと紫が混ざったような色から元に戻り、フィールドも倒れたアブラムシも姿を消していた。これが大根王の仕事か。楽しいな。これなら俺でもやれるぜ。俺はもっと EDM に合わせてステップを踏みたいと、体がうずうずしていた。第6話、大根はやられてしまった。EDM に合わせてステップを踏むことに快感を覚えてしまった俺は、戦いたいという意欲がどんどんと湧いていった。暇を持て余している時は畑を探索するだけでなく、人間からは死角になっている草むらへと行き、頭の中で作曲をしている。どうやら俺には作曲の才能があったようで、次々と曲が思い浮かんでくるのだ。人間時代にこの才能を見出したかったとは思いつつ、作曲をしては実践をしたくなるので、探索へと出る。俺は青虫、ケラを難なく倒し、調子に乗っていたのかもしれない。とある日の夜、草むらの方からガサガサと大きな音が聞こえてきた。俺はその音が聞こえた方へと向かうと、そこには今までとは匹敵しない大きさの生き物が目の前に立っていた。イノシシ。確かに、九王はイノシシと言っていた。だけど、
イノシシってこんなに大きかったっけ？思えば、俺はテレビでしかイノシシを見た記憶がなかった。そして、今の俺は人間ではなく、大根だ。自分の体よりも大きな生き物が目の前に立っているのは、こんなにも恐ろしいものなのか。だが、俺には戦うしかなす術はない。勝負だ。辺りがオレンジと紫が混ざったような色となり、フィールドが現れる。頭の中で EDM を流す。落ち着け。俺はそう自分に言い聞かせた。そう言い聞かせたはずなのに、恐怖からか思ったように足が動かない。俺は何度もステップを失敗し、イノシシからの攻撃を何度も受けてしまう。俺はとうとうその場から立てなくなってしまった。すると、辺りは元の空間に戻っていった。イノシシが襲いかかってくると思ったが、意外にもその場から走って逃げ去っていった。俺は出せる力を精一杯使い、他の大根の埋まっていない畑のスペースへと行き、土の中に入っていった。恐怖というものは恐ろしい。今まで持っていたはずの自信がこんなにもあっさりと崩れ落ちてしまうなんて。俺は心の中で泣きながら傷を癒した。第7話、大根は捕まってしまった。なんだか懐かしい音がする。トントンとうるさいはずなのに安心する音。そしていい匂いが。母さん。そうだ、この音は母さんが料理を作っている時の音だ。眠気に重く引きずられながら、俺ははっきりと意識を取り戻していく。俺が目を覚ますと、そこには懐かしさを感じない台所があった。違う。俺は死んだんだ。母さんじゃない。誰だ、このおばさんは。俺は足の高いダイニングテーブルの上に寝かされており、このダイニングテーブルから人が2人分通れるほどのスペースを確保して、壁際にシステムキッチンが設置してある。目の前では見知らぬおばさんが俺を背にして料理をしていた。誰なんだと思っていると、どこから来たのか、ギャルがいきなり俺の顔に近づき、物珍しそうな表情をしている。すっご、この大根、足生えてるんですけど、大根足じゃねえし、あたしより美脚なんじゃね？そう言うと、ギャルは息をするように、様々な角度からパシャパシャとド派手なカバーをつけたスマホで俺を撮ってきた。俺はなんだか恥ずかしくなってしまい、ないはずのあそこを隠したくなり、もぞもぞと少し動いてしまった。するとギャルの手が止まり、スマホで見えなくなっていた顔がゆっくりと姿を現しながら不思議そうな表情をしていた。んで、お母さん、今この大根動いたんですけど。ギャルは表情と同じように不思議そうな声で言うと、料理をしていたおばさんが振り返った。そんなはずないでしょ。あなた、早起きして畑作業を手伝ってくれたから疲れているのよ。さあ、もうすぐしたらご飯にするから、シャワーを浴びてらっしゃい。このおばさんは、ギャルの母親か。ギャルのハキハキとした口調とは似つかない、優しそうな口調と声色でギャルの母親がそう言うと、ギャルは慣れたように、でも少し後ろ髪を引かれながら、はーい、と言い、台所を去っていった。俺は台風のようなギャルが去っていったことと、ギャルの母親の優しそうな雰囲気に安心してしまっていたが、しばらくして自分の置かれている状況にハッとした。待てよ、俺って今ピンチな状況なんじゃねえか。確かあのじじい、調理をされてしまうとその食べ物の消費期限が寿命になってしまうって言ってたよな。俺は今台所にいて、目の前ではおばさんが料理を作っている。つまり俺、これから料理されるのか。第8話、大根は決意してしまった。怖い思いをして安らいでいたはずだったのに、またこんな思いをしなければならないのか。死んで大根に転生しちまって、それでまた死ぬかもしれない。
俺が何をしたって言うんだ。いや、違う。何もしてこなかったからだ。今まで人に流されて、流されるままに生きてきて、水流に抗うこともせず、ここまで来てしまった。人に食べられていいのか？それが俺の人生。大根生なのか？嫌だ。抗いたい。もう流されるままではいたくない。せっかく生まれ変わったんだ。俺はこの家から脱出することを決意した。おばさんがずっと料理をしていて、俺はまだ身動きが取れない。とりあえず今いる場所からわかることは、おばさんが料理をしているキッチンは綺麗で新しそうだが、家は昔ながらの雰囲気を漂わせている。推測するに新しいものを取り入れてはいるが、家を建て替えてはいないのだろう。システムキッチンの置いてある壁に沿って目を移動させると、システムキッチンのすぐ左側に勝手口があるのが見える。そこの床にある数足のうちのリボンがトレードマークな猫の棒キャラクターサンダルはギャルのものだろう。SNS で見たことはあったが、実在していたんだな。ギャルはかつての俺よりも2、3歳くらい下だろうに。いかん。そんなことをしている場合では、ギャルへの知見を広めている場合ではなかった。家のことを少しでも把握するために、俺はまた辺りを見回す。おばさんのいるところから、俺が寝かされているダイニングテーブルを挟んで反対側に目をやると、引き戸が全開になっており、そのすぐそばには左右に伸びる廊下が。そしてその廊下の向こう側には今らしき部屋が見えた。今の入り口も引き戸になっている。今の中は一部しか見えないが、誰もいないみたいだ。だがテレビの音が聞こえてくる。よく耳を澄ませてみると、大根のおいしい食べ方という恐ろしい言葉が聞こえてきた。おばさんが聞こえていないことを祈っていたところ、勝手口の方からコンコンとドアを叩く音が聞こえてきた。おばさんは、はいはいと言いながら、システムキッチンの流しの蛇口を上に上げて手をささっと水にくぐらせ、身につけているエプロンの前ポケットから少しはみ出したタオルで手を拭き、勝手口のドアを開けた。おばさんはドアを開くなり、あら、どうされたんですかと言った。俺の位置からは見えなかったのだが、おばさんとの会話を聞く限り、相手は女性らしい。どうやら家で取れたものをお裾分けしに来たみたいだ。いつもすみませんね。と、お裾分けの品が入った箱をおばさんが受け取り、勝手口近くの床に箱を置いた。それで用事は済んだはずだが、また会話が始まりだした。もしかしてこれはチャンスなのでは。逃げるなら今だ。俺は知っている。井戸端会議は長いのが相場だってことをな。第9話、大根は逃走してしまった。このチャンスを逃してしまうと、俺はいつ調理されるかわからない。幸い、おばさんたちの話し声は大きく、俺が物音を立ててしまっても話し声にかき消されそうだ。俺は寝かされていたダイニングテーブルから起き上がり、念のため音が鳴らないようにして歩こうとする。が、抜き足差し足の仕草をしていても、どうしても鈍い音を発してしまう。おばさんが話をしていなければ、俺の足音を何連続も聞いて違和感を覚え、気づかれていたと思う。その可能性があったと考えると、肝が冷えた。俺はダイニングテーブルから背が少し離れた椅子に着地して、椅子の足元にあったお菓子が大量に入った段ボールの中へとダイブした。最近のスナック菓子は中身よりも空気の方が多いからか、ちゃんと俺を受け止めてくれた。人間時代、中身がだんだんと減っていく空気ばかりのスナック菓子に文句を言っていたが、初めてそれに感謝をし、おばさんがこちらを向いていないのを確認すると、俺は急いで段ボールから飛び出し、台所の引き戸から廊下の様子をうかがう。右を見ると、台所の隣に一部屋あるようだ。
そして廊下はすぐに行き止まりとなっている。左を見るとずっと廊下が続いていて、突き当たりには玄関が見える。迷路屋敷みたいな家だったらどうしようと思っていたが、どうやらシンプルな作りみたいだ。反対に逃げ場がなく見つかりやすいとも言えるが、そんなことを思いながらも進む道は決まったので、俺は再び抜き足差し足の仕草をし、玄関のある方向へと歩き出す。今にも走り出したいのだが、走ってしまえば俺の体は大きく鈍い音を発するだろう。できるだけ慎重に進みたい。歩いていると右側に階段が見えた。俺はずっとマンション住まいだったため、家の中に階段があるといいなと羨ましく思う。登ってみたい気持ちを抑えつつ、玄関の方向へ向かって歩いていると、左側からガラガラっという引き戸を開けた音がした。俺は心臓が飛び出しそうになるほどびっくりして、多分数センチは体が床から浮いたと思う。さっぱりした。俺を驚かせた音がしたところと同じ場所からギャルの声が聞こえてきた。そういえばギャルはおばさんに促されてシャワーを浴びていたんだったな。どうやら俺の左側には風呂場と脱衣所があるみたいだ。どうしようと思っていたが、まだ玄関へ行くには部屋一つ分くらいの距離がある。脱衣所の引き戸だろうと思う場所の隣の部屋の扉が少し開いていて、その正面の部屋の引き戸も開いているのが見える。ひとまずそのどちらかの部屋へと逃げるしかない。俺は右の部屋と左の部屋、どちらかの部屋へと逃げることを決めた。第10話、大根は右の部屋を選択してしまった。俺は右の引き戸が開いた部屋へと飛び込んだ。そして目の前に入ってきた食べ物の山へと紛れた。ドタドタドタっと足音が聞こえる。あれ、おばあちゃん。ねえ、今ここに何か変なの入ってこなかった？変だとは失礼な。というか、おばあちゃん。ギャルの失礼な発言を聞いて、目の前をよく見ると、微動だにせずこちらに向かって正座をしながら拝んでいるおばあさんの姿があった。おばあさんがいたのか。全然気がつかなかった。まさか、おばあさんにバレて。何のことかね。なかった。よかった。おばあさんは拝むのをやめ、ギャルのいる後ろを少し振り向きながら、俺が言って欲しかった言葉を言ってくれた。おばあさんの言葉を聞いた後に、ギャルは、おかしいな、とブツブツとつぶやき、何度も首を傾けている。残念だったな、ギャル。俺の勝利だ。勝利を確信していると、バチが当たったのか、ギャルが俺に都合が悪いことを言ってきた。おばあちゃん、あの足の生えた大根をお供えしたんだね。ギャルめ、なんてことを。バレてなかったのに、これじゃあバレちまう。ギャルは大きな爆弾を放ち、自分はその爆発に巻き込まれないようにするかのごとく、この場を去っていった。どうすればいいんだ。こうなった以上どうすることもできないが、どうすればいいんだ。まさか俺の紛れ込んだところが仏壇だったなんて、見てくださいと言っているようなもんじゃないか。運が味方してくれていると思っていたのに、こんなところで俺のおっちょこちょいが発動してしまうなんて。俺の頭の中は大慌てでも、一縷の望みをかけて体は微動だにしないでいる。そんな俺の望みが叶ってくれたのか、おばあさんは、よいしょ、と膝に手をかけながら立ち上がり、部屋の隅にある机へと向かった。そしてまた、よいしょ、と言いながら、俺を背にして、机に両手をかけて座り、編みかけだった編み物を始めた。おばあさんが座ったところからは、引き戸もちょうど見えない。やっぱり、運が味方してくれていたんだ。俺は、正面に見える廊下が静かなのを確認すると、慎重に仏壇から降りて、畳の上を歩く。廊下に少し顔を出し、誰もいないのを見ると、右向け右で玄関へと向かう。忍びも驚くくらい、抜き足差し足も慣れたもので、
あれから何事もなく玄関へと着くことができた。だが、最後の難関である玄関の引き戸が目の前に立ちはだかっていた。玄関の引き戸はすりガラスになっており、そこに四角い木の棒が格子状についている。不用心にもネジのようになっている鍵は刺さっておらず、鍵が開いているようで、俺には助かった。俺の頭を木と木の間に差し込んで動いたら開くかな。どうぞ、大根様。ああ、どうもありがとう。声が聞こえると同時に、目の前に立ちはだかっていた引き戸が横へとずれる。俺は、どうもありがとう、と言いながら外へと足を踏み出していたが、急いで声の主の方向へと振り返る。するとそこには、編み物をしていたはずのおばあさんが立っていた。俺は動揺によってか硬直してしまい、ただの大根のふりをしてしまう。そんな俺を見ておばあさんは、またお越しくださいね、と微笑みながら俺に言い、引き戸を閉めた。いろいろとあったが、なんとか畑に着くことができた。こういう時に、一時はどうなることかと思った、と使うのだろうな。俺の大根生は、まだ始まったばかりなんだ。大根ナイフを謳歌しよう。エピローグ、大根はハマってしまった。これは、俺が知るはずもない話だ。人から見つからないような森の中に、子供が入れるかどうかくらいの小さな小屋がポツンとある。その小屋の中は和室で、昔ながらのブラウン管テレビとちゃぶ台が置かれていた。ブラウン管には俺が映っていて、俺の姿がリアルタイムで流れているようだ。その俺の姿を座布団に座りながら QO が見ていた。ちゃぶ台の上には比較的新しいパソコンが置いてあり、ブラウン管とパソコンはケーブルでつながっている。QO はパソコンをカタカタさせながら口を開く。なかなかいい映像が撮れたの。そして QO はふっと笑う。拡散じゃ、バズりじゃ。そう言うと QO は SNS に動画をアップロードした。